昨日ね、ガソリンタンクを取ったんですけど、その時はね、嫌いな匂いじゃないって言ったんですが、一日経って嗅いでみたら、マジで臭いですね。なんか空気に触れると匂い変わるんですかね。ちょっとね、耐えられないんで、早めに処分しちゃいたいと思います。じゃあね、これがガソリンの腐ったやつですね。なんかめちゃくちゃドロドロしてますね。でね、まあこのままね、捨てるのもなんか大変そうなんで、ちょっとね、100均でいろいろ買ってきたんですよね。まずね、最初はね、これ、油吸収パッドですね。まあ普通に料理した油を吸収するやつですね。まあ、これで吸ってくれるかどうか。軽湿巾パッド、おしっこのやつですね。まあ、これも水分吸うやつなんで、どうかなっていうので買ってきてみました。でその次が、また一緒、尿ケア専用パッドですね。180cc。で次が、ソフィー、生理用品ですね。まあ、尿パッドと一緒なのかもしれないですけど、ちょっとこれもあったんで、なんか吸うかなと思って買ってみました。あと最後は、キッチンタオルですね。これ我が家では結構愛用してるんですけれども、1回で捨てずに何回も繰り返し使えるキッチンペーパーですね。結構便利なんで使ってます。これも結構吸うんでね、水分吸うので、これも試しに買ってみました。じゃあね、この5種類でちょっと腐ったガソリンの中に入れてみて、どんな感じで吸うのか吸わないのか見ていきたいと思います。じゃあこれで準備ができました。じゃあまずはね、王道の油吸収パッドいってみましょう。で次はね、この軽湿巾パッドですね。で、その次にまた尿ケア専用パッド。で、あとはこれ、生理用品ですね。で、あと最後、キッチンタオル。いってみましょう。キッチンタオルはちょっと3枚ぐらいいってみますかね。じゃあこれで様子の方を見ていきましょう。しかし臭いっすね。じゃあね、あれから1時間ぐらい経ちました。なんでね、浸り具合見ていきたいと思います。まずはね、王道のこの油吸収パッドですね。結構ゾコゾコ吸ってる感じですね。これ本当は広げて使うのかな。広げて使うパターンっぽかったな。一箇所でもやっぱそこそこ吸ってますね。で、キッチンペーパー。キッチンペーパーも結構吸ってますね。キッチンペーパーも結構吸ってる。よいしょ。で、尿パッド。よいしょ。尿パッド。尿パッド結構いいですね。よいしょ。で、これも尿パッド。よいしょ。これも結構重いですね。こっちの尿パッドの方がいい感じですね。
しょ。おめっちゃ重いこれ。よいしょ。でこれが生理用品。生理用品も結構重いな。よいしょ。じゃあちょっとね、重さを測っていこうと思います。まずこれ。157。で次はこれ。179。ちょっとこれ乗っかっちゃってるから多少誤差はあるかな。でこれ167。でこれ47。やっぱあれですね、尿パッドが一番取れてますね。なので残りのやつも尿パッドで倒していきますかね。しかしほんとこれドロドロで処理が大変ですね。それじゃあ最後にね、この全部を処分していきたいと思います。もうあれですね、水分がだいぶなくなってヘドロ状のものばかりになっちゃってるんで、もうこれ以上は吸えなさそうですよね。ということでね、尿取りパッドが一番吸ったんですけれども、もうグリス状になってしまったらね、ウエスト、ボロキレとパーツクリーナー、これでね、手間かけて取るしかないということで、やっぱ掃除に近道はありませんでした。これで匂いからは解放されるので、ひとまずよしって感じですかね。それでは今回もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは。